はい、地球玉系南條です。今日も特訓来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、今回紹介したい商品はこちら。ドン。プラモ工場委員会さんのプラモドライオーブンフィットです。はい、こちらどんな商品かと言いますと、ざっくり言うとですね、模型専用乾燥機です。模型をされてる方ね、やっぱ乾燥機ってあった方がいいのかなとか、実際初期乾燥機って何とかしちゃってるよとか、いろんな方おられると思うんですけども、そういう方にぜひね、見ていただきたいと。プラモドライオーブンフィットのなんかレビュー動画ないかなと思って探したんですけど、プーさんがレビューされてましたね。プーさん曰くですね、塗装でね22時間時短になったっていうめちゃくちゃ喜んでる動画がありますので、ぜひねそちらの方も見ていただければと思うんですけども、本当大変便利なね商品ですので、今回はこちらを全力レビューしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めまして今回紹介する商品はプラモ工場委員会さんのプラモドライオーブンフィットでございます。ちょっとスイッチ入れてみましょうか。はい、こうやってねコンセントを挿すだけで、よいしょ、ボタンがいろいろありまして、オートボタンとスタートストップ、時間調整と温度調整とですね、あとこの中ライトっていうのがあります。まずオートっていうのを押してもらうとですね、一番使用頻度の高い45度で90分っていうのが勝手に始まるんですよ。でこれやめたかったらこれねストップとかね押してもらって、このスタートって押すとですね、こう温度設定ができるんですよ。5度刻みで最低が30度、最高60度までいきます。で、時間の方が30分刻みで最大720分まで、下が最低が30分ですね。だから720分にしようと思ったら結構タッチしなきゃいけないっていうね。なんかこう押しっぱなしで動いたりしないかな。しないね。この720分ね。例えばね動かしている間ですよ、最初これ赤いランプがついてファンがこうバーンって音がするんですけど、だいたい5分ぐらいで設定温度まで上がってくれるそうです。温度が上がりきった後はもっと静かに動作してくれますよと。中の様子気になるじゃないですか。この時にライトパッと押すとね、ほら白色で中の様子が伺えるという、中にいろいろ見えてますけどもね、はい、そういった商品でございます。ここの幅なんですけど、横が40センチで奥行きが29センチで、高さがだいたい 26.5 センチなので、大きめの車の塗装もね余裕でできちゃいますよと。でこれがですね引き出し式になってるんですよ。だからここまで引き出しておいて、その乾燥させたい模型を置いてこうスッとしまうというね。よいしょ。あとこれ下にもね引き出しトレイがあって、ここにね塗装のねベースとかクリップとかね収納しておくことができますよということですね。これ作業中にこのトレイが熱くなったりとかもしませんので、ご安心くださいと。この天井部分なんですけど、ここも物置として使えますよというふうにねメーカーさんが言っておられるんですけど、使用してる間ですねちょっとここほんのり暖かくなるんですよ。もし何か物を置きたいなという方はですね、例えば断熱材を一つかましておいてね物を置くとかいうのはできます。でちなみに5キロまで耐えてくれるそうなんで、結構物を置けますね。乾燥した模型を置いてもいいと思いますし、塗料なんかね、塗料なんか置こうと思ったら断熱材絶対引いた方がいいと思いますけど、なんか物置に使うこともできますよと。で今これコンセント差しっぱなしの状態で1分以上経った状態なんですけど、1分経つとスリープモードになってですね液晶が消えます。でこれ蓋を開けるとこうやってまたね電源が入ると。節電モードになっているんですけど、もう完全オフになるわけではないので、完全オフにしたいなという方はですねコンセントを毎度抜き差しすればいいんじゃないかなと。なんかそこまでコンセント抜き差しして電気代が変わるという感じもしないので、僕は差しっぱなしでいいんじゃないかなと。続きまして気になっている方も多いんじゃないかなと思うんですけども、このプラモドライオーブンフィットと初期乾燥機って何がどう違うのというところなんですけども、大きく2つ特徴がありまして、こちらの方がですね金属製の板が二重構造になっていて外気の影響を受けにくいですと。で片やこっちの初期乾燥機ですけども、物にもよると思うんですけど、僕が長年使っているこれはですねプラスチック製なので表が外気の影響を受けますし、両方とも風が吹くっていうのは一緒なんですけど、こっちがですね強制対流式なんですね。でこっちがですね自然対流式っていうやつなんですよね。でこの自然対流式とこの強制対流式って何が違うのっていうと、この自然対流式っていうのは暖かい空気が出るんですけど、その先のコントロールができないので、暖かい空気がふわっと上がると自然にこう広がっていくんですよね。寒い日は温まりが遅いし、温風が出てるところだけめっちゃ熱くなって、その周りがちょっと温度が低いとかっていう温度のムラも出ちゃったりするんですよね。だから温まり方も違うし、ムラもあると。で片やこっちの方は風の流れをこう決めてるんですよね。いつどんな時使っても均一に温まるし、でさっき言ったように真ん中と外とかで温度差がないから、そのムラなくね乾燥できますよと。だから例えば初期乾燥機で模型をされている方がですね、真ん中の方がもう乾いてるからいけるかなと思って外側のパーツと同じように組んだら、
外側に乾燥してたものだけがちょっと指紋ついちゃったとかね、心当たりあるっていう方はですね、ぜひこちらの方がね、いいですよというのもありますし、さらにこのプラモドライオーブンフィットはですね、こっから風が出るんですけど、ここにフィルターがあるんですよね。でこのフィルターでホコリを取ってくれるんですよ。ホコリを取りながら乾燥してくれるというところが、一番いいですよね。風が吹くっていうとね、ホコリがねついちゃうんじゃないかってね心配される方ね多いと思うんですけど、ホコリがついちゃうというリスクもねなくなりますから。というわけでですね、このプラモドライオーブンフィットと、食器乾燥機のね違いなんかも話させてもらったんですけども、大体の目安が今度気になるかなと思うんですけども、こちら説明書にですね、いろんな塗料とかですね、エポキシパテとかラッカーパテとか接着剤の乾燥にも使えるんですよ。でそれのおよその目安の温度とか時間が書いてあるんですけど、ラッカー塗料とか水性アクリル塗料だと2時間でもう完了しますよと。これウレタン塗料も最大240分で書いてますね。でエポキシパテとかラッカーパテとはちょっと長くて3時間ですよとかね、かなりの時短になってるっていうね、この表でも分かります。いやこれはねあれですよ、明日模型展示があるという人はね間に合いますから、はい、これだけでもね全然いいんじゃないかなと思います。でですね、特訓と話しながらですね実際に使ってみたんですけども、やっぱり実際使ってみてやりやすいなっていうのがこのオートですよね。このオートを2回ピッピッって押したらもう勝手にスタートするんですよ。これが楽ですよね。とにかくもうピッて押せばスタートしてしまうので、実際に使う時はですね30度ぐらいで軽く温めておいて、でその後に模型を入れてあげると、より早く乾燥できますし、こう30度で温めてる間にさっき話したホコリも取ってくれるんでね、中をこうちょっとクリーンな状態にしてから乾燥させてあげるとよりいいんじゃないかなと思います。で今早速ねこの塗装したものですね、これオートでそのまま45度で90分ですねの状態で、これラッカー塗料なんですけど、もう全然乾いてるわ。めっちゃいいわ。あったかいしあったかいしはどうかわからんけども、でも全然指紋つかないし、でこの光沢ですよね、綺麗に仕上がってますね。めっちゃいいじゃないですかね。はい、こんな感じで、時短作業になっていくと。だから僕は何時間ぐらい時短できた？ウレタンじゃないから、いや本当に1日ぐらい時短したんじゃないはいっていう感じでございます。この設置の話なんですけども、さっき言ったようにこの上はね5キロまで物を置くことができるので上の方はいいんですけど、横と、後ろなんですけど、できれば10センチ以上開けてほしいというふうに説明書に書いてます。ただ最悪ここですね、この横の方はそんな10センチって気にしなくてもいいんですけど、後ろがですねこれ排気の関係でもう絶対に10センチ開けてほしいというふうに言われているので、そこはね注意してもらえたらと思います。はい、最後なんですけども、片付けとお手入れの方法です。このですねトレイの方ですね、こちらはですね水拭きするかアルコールで拭いてもらうと OK ですよと。でここにですね塩素系の洗剤とか使わないでくださいと書いてますね。であとこのホコリのフィルターなんですけど、これがですねこんな感じでちょっとつついたらポッと出るんですよ。でこのフィルターね消耗品じゃないらしいので、水洗いで OK で、だからこのフィルターだけで別でメーカーさんが売ったりとかしてないので、引っ張って破ったりとかね、そういったことがないようにね注意しながらメンテしてもらったらいいんじゃないかなと思います。こんな感じですかね。それではですね、とっくん、この商品がいいものだよというのは伝わったと思うので、ここからが地球道チャンネルですよ。ここにいろいろありますよね。このドライオーブンに何入れちゃダメなのかっていうのをね見てみたいと思います。説明書にはですね、溶剤で洗浄したものは入れないでくださいとかって書いてるんですけど、これ実際になんでダメなのかっていうのを聞いたらですね、密閉空間にその蒸発させてしまうと非常に臭いと。であと気分も悪くなるので、どうしてもされたいという方は換気に気をつけながらやってもいいんですけど、おすすめはしませんっていう感じで言ってたんですよ。だから揮発するとまずいものは当たり前に入れないとして、さっき紹介したようにだいたい50度が平均なのかなと思うので、50度で例えばですよ、0.1 ミリのプラ板はどうなるのかとかね、キーホルダーになっちゃわないかとかねあとは 0.5 ミリのプラ板ですね、同じ理由ですね。あとミニ四駆のこのポリカボディ大丈夫なのかとかね、なかなかこんな人いないと思いますけど、間違えてカッターマット入れちゃわないかとかね、塗装の乾燥させるこのベースですよね。ベースがプラスチック製大丈夫なの、レンジじゃダメなやつですよね。このアルミ箔とかね、これレンジとはまた仕組みが違うので、入れたらどうなるのかとか、ソースの容器、これ何製なんでしょうね。気になったんで入れてみますと、こういうねスタイロフォームとかにこうやって刺してね乾燥させる人いると思うんですよ。だからこれだとどうなっちゃうのかとか、
とあとソフビね。ソフビ入れたらどうなるんですかね。これダメになったらめっちゃ困るんですけど石膏ね、これちょっとハンガー機の石膏ね、なんかタッパー、スキングゾル塗ってみました、はい、シリコンでできたトレーとか陶器とかね、あとはマグネットの金属ね、マグネット大丈夫なのかな、とかこう輪ゴムとかね、輪ゴム一緒に入れたらなんか一緒になっちゃわないかなとか、この紙粘土ねめっちゃ上手でしょでこれにあえてこう刺してみようかなと、刺して熱でこうねポテンと落ちたら負けですよとかね、まあ、この中にざっくばらんにね入れて、まあ、大体50分ぐらい、ちょっと実験してみたいと思います。入れてすぐバリバリっていう怖いことにはなってないですね。1時間後ですか。はい、また1時間後にお会いしましょう。ほら、一人暮らしの時とかね、ゆで卵にしようみたいなよく言うじゃないですか。まあ、こんな感じでね、優しい音がして完了ということで特にできましたね。それでは開けてみましょう。まず一番大きいものからいきますか。このシリコントレイいきますか。大丈夫だ。全然寝ちゃとかないですね。全く問題ない。全然大丈夫です。ガラス。まああったかい。これ60度にするとちょっと触れないかなっていうぐらい結構熱い。あとアルミ。アルミ大丈夫。むしろ熱くない。不思議。アルミ全然大丈夫だね。全然大丈夫です。次石膏。湿ってるのがなくなった石膏の乾燥にも使えそうっすね。あと陶器。陶器ってほら物によって入れちゃダメとかってしてあったりするやつあるもんね。電子レンジだとありますよね。ダメだもんね。大丈夫だわ。全然割れたりとかないですね。次マグネットと金属。金属ね、なんかやっぱ50度設定だけか知らんけどほんのりあったかいだけで、マグネットとかも別になんか問題なさそうだな。輪ゴム溶けて一体化してるとかね、あるかと思ったけど全然ほら別に劣化もしてないですね。全然大丈夫。形状変わってない。俺これちょっとへこむかなって思っちゃうんだけどね。これめっちゃ面白い紙粘土。これね、表面完全に乾燥してる。で中がちょっとやおいっていう不思議な感じ。すごい、なんていうのこれ、スーパーボールみたい。なんか外が硬くて中にちょっとやおさを感じるっていう。多分完全乾燥してないんだよ。いやもうちょっと乾燥させないといけないものではあるけど全然問題ない。表面は固まったね。めっちゃすごい。だってこっちほらね、まだこんなやおやおのほらわかる、ほら中がやおくてほら外がほら本当ですね。ほらね。でも中はほらこうやってほらまだえぐれるけど、こっちほら割れていかないというか皮が剥けるような。これ面白い。なんか手袋いらない。全然大丈夫だわ。開けてる時間も長いからかもしれないけど、この金属系はマジで余裕だ。断熱材も全然。マスキングゾル。乾いてる。乾いてるわ。でもマスキングゾルの乾燥にも使える。いいね。大丈夫か。タッパー大丈夫か。マットさちょっとやおい。ほら本当ですね。これあれじゃない？カッターマットがさ変な形で歪んだ時にこれ入れると治るかもこれもしかしたらこの状態で固めるともう固まっちゃうかも。ほらだけでもなんか外に出したら途端に硬くなり始めた。カッターマットで歪みで困ってたあなた治るかもしれないですね。ソフビも危ないっていうかやおくなった。本当ですか。これってどうなるんだろうね。変形しちゃいそうですね。固まってきた。やっぱ外に置いとくとすぐ固まるね。0.1 ミリのプラ板はキーホルダーになってませんね。大丈夫ですね。0.5 ミリだから全然余裕だね。ポリカボディか。大丈夫っぽいけど、もしかしたら60度で長くやるとちょっと危ないかもね。多少やおさを感じる。プラスチックの塗装ベースも全然大丈夫そうですね。だいたい気になるものは試してみましたね。こんな感じになりました。なんか本当何でも良さそうだね。問題ないって感じですね。皆さんもねこれを見て参考にしていただけたらなと思います。60度でさっき720分までいけますから、ちょっと全部試したわけじゃないので、
この動画で絶対大丈夫とかではなくてね、50度設定の1時間だったらまあ大丈夫でしたよと。だからさっきも話したんですけど、このソフビとかカッターマットのラバー系だとちょっとね、60度の720分はね、そうですね。やおやおよになりそうですよね、ちょっと素材とかね様子見て使ってもらえたらなと思います。改めまして今回紹介させてもらったのはプラモ工場委員会さんのプラモドライオーブンフィットですね。プラモ専用の乾燥機って言ったらもう今思いつくのでやっぱこれだけじゃないかなと思いますので、ぜひね皆さん検討してもらえたらなと思います。今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お役に立てたら嬉しいです。